はい、こんにちは。多聞丸のカンコレ多聞丸です。本日は講談作戦春イベント2021激突ルンガオキヤ戦パート14アイアンボトムサウンドをお送りしていきたいと思います。いや最初に、皆さんにね本当にお礼を、申し上げていきたいと思います。そうや開講することができました。本当に嬉しいですし、皆さんのね応援が力になって、諦めずにやった結果だと思いますので、ここで改めて、感謝の気持ちを述べさせてもらいます。本当にありがとうございました。今日はねそういうこともあるんですけども、イベントもいよいよ明日で終了ということなので、最後にねもう何回か、ボス戦の方に空母級さん、皆さんこんばんは。戦っていくね、こういうイベントでしか味わえない戦い方っていうのがねやっぱりありますので、今日も1時間くらいでしょうかいでやさん、配信していきますので、昼夜おめでとうございます。皆さんお付き合いいただけると嬉しいです。空母級さん、イディアさん、おめこめありがとうございます。本当にね、イベントそのものはもう十分今回ね満足するだけの成果を上げることができましたけど、最後ボスよりも、宗谷をね会うのが一番大変だったというのも、これもまた一つの戦い方かなというふうに思いましたけど、皆さんもイベント十分楽しまれていたと思いますのでね、今日はその最後の戦いをしていきたいと思います。金谷さん、こんばんはです。今日もねよろしくお願いします。一応簡単に今日の、流れですねご説明します。戦闘はいつも通り行っていきます。今日は、阿賀野方2番艦の能代、この子についてねちょっと雑談を入れながら攻略をしていきたいと思います。そして、また今日のね記念日の紹介をさせてもらって、特に問題なければそれで終了できるかなというふうに考えておりますので、一つ今日も最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では、早速第1回目のね出撃していきましょう。トラック、そしてラバウル、あの激戦のソロモン諸島で強行測量や揚陸なども行いました。母校は横須賀だったんですけど、いろいろなところに行きましたね。今考えると無事に帰ってこれたのは確かに奇跡かも。今ちょうど、カヌヤもね帰還にしておいているんですけども、先日少しご紹介をした中で、測量っていうね任務をこなしていたわけなんですけども、これはもう北も南も、ソロモンもとですから決してね後方で待機していたというわけではなくて、
前線で常にいたわけなんですけども、生還というかね、残ったというところが、この子のね、非常に今後の活躍を感じざるを得ない、具体的に、どういう活躍になるかというと、リスナーさんからのコメントなんかでもありましたけど、砕氷船ですね、ロシアを見据えて、北方、北欧でしょうかね、そういった海域に出撃する際には何かしらの、特殊な能力を発揮するのではと私個人的には思っております。そして、今回のね、長い戦いではありましたけど、こうやって新たな仲間もね、加わることができました。私でしょ。いいわ、付き合ってあげる。最初の E3 ではドロップ艦として巻波がね、ボスの攻略中に出てきてくれたのでね、非常に助かりました。最初はね、目を疑ったんですけども、間違いなく、巻波でしたので、今は連度が56まで上がっていますので、次回のイベントまでには、80くらいまではね、上げて活躍をしてもらおうかなというふうに思っております。鈴の出番。じゃあやるしかないさ。そして鈴波も、E4 のボス戦ですね、その最中に、来てくれるという非常に運のいい展開になってくれました。レベリングの方も順調に進んでおりまして、現在51となっております。おそらく次の作戦には同じくね、巻波同様間に合わせていきたいと思っておりますので、このまま連度上げていきたいなという感じですね。危険？私が？そう？そしてE203フーミーですね、この子はちょっと攻略中には出てもらえなかったので、こちらは裏で頑張って開口することができました。調べてみると、この子は水中で高速走行できるというね、新たな潜水艦の可能性を求めて作られたということなんですけど、結局実戦にはね投入されることはなかったわけなんですけども、いろいろ実験的な意味合いもあったと思うので、私どもでも、運用に関してはまだまだ実験段階なのかなというふうに思っていますが、先ほどの仲間同様連動の方はね今30なので、少しずつ上げていきたいと思います。ヨナを呼んだの提督？違う？そして、ヨナ、今回はボスのね時の、報酬艦ではなくて、ドロップ艦ということでヨナ来てくれました。特別装備を持ってきてくれるわけではないんですけど、運の高さ、特に複数持ちにしておけば何かとね便利なので、ぜひ取得したいなと思っていたらいい位置でね、こちらも何回かね出撃してようやく来てくれましたので、まだちょっとレベルの方はまだ1なんですけど、徐々にここも上げていきたいなというふうに思っています。ニムのことを呼んだ？そしてニム
ですね。この子もイベントじゃないとね、会うことができない貴重なカンムス、イ19と同様、空母をね、仕留めたという輝かしい実績のある子なので、こちらもヨナと同様、連動の方はまだ上がっておりませんけど、今後また上げていって、第6艦隊、ここにありというところをね、またイベントで見せていきたいなというふうに思っております。だいたいこんな感じでドロップ艦の方もはしていきましたので、今回はもうコンプリートとしていましたので、本当にみんなお疲れ様でした。では早速最初の出撃の方に行っていきたいと思います。輸送ですか？やります。宗谷に関しては能力見ましたけども、これでいいのかしら。手法がね積めないので、もう完全にサポートで上げるしかないですね。どうよ。明石さんとかね、あとは、早水でももうちょっと攻撃力があるけど、潜水母艦と同じような運用の仕方でいいのかなというふうには思ってますけど、まだまだ作戦計画概要をご説明します。不明なところも多いので、そこら辺は皆さんと一緒にね、勉強していきたいと思います。一応、出撃するからには一応目標は一つだけ立てております。確率はかなり低いんですけども、ワシントンね、可能性あるので、一応目標は立てていきたいと思います。では、最初の出撃していきましょ公団作戦最終作戦海域作戦要項です。基地航空第2水雷戦隊機関陣痛出撃いたします。いや、本当にこの海域はね、突撃用意。道中がきつかったのはもう言うまでもないんですけども、先日の戦いからもそうだったんですが、対局が本当にきつい。今回は抜けましたけどね、ここ最近2回に1回は誰か中破してるような状態だったんで、なんでだろうな。これもたまたまなのかなとも思っちゃうんですけども、こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。本当に空襲はね、恐ろしいもんです。そして、潜水幼女もね、油断すれば1、2機で持ってかれますから、ここも気をつけたいですね。行きましょう。逃すわけにはいきません。参ります。ミティアさん、宗谷のレベル60まで、もう60まで上げたんですね。早いですね。運の値は77。高いですね。雪風よりも高い数字。でも、そうですよね。野戦に参加することがないでしょうからね。左舷腕敵艦派遣。後続艦隊続けてください。なんてだな。覚えてろよな。また来るんだからね。あと、洋上補給を乗せて補給できますね。なるほど。補給艦2隻要求任務の対象のようですと。ということは、カモイと早水、そして、宗谷
ですね。新たな補給艦の田中少誕将の生ということ指揮にですね。勝るとも劣らないね。提督やるじゃんか。いけるいける最よ。初は、特務艦っていう扱いになってましたけど、中盤からはね、輸送船っていうことで改造されてましたから、そういったところを想定しての設定なんだろうと思われますね。まだまだちょっとレベルの方がね、少ないんで、特に私の方は情報もそこまで調べてないもんですから、大丈夫。還暦とかね、仕様に関してはちょっと目を通してご説明はしたのは前回の通りなんですけども、いろいろと可能性を感じる突撃よ。そんなところです。行きましょう。そして今画面の右下にね、参ります。能代の、ディフォルメしたのを載せてますけども、近代兵装なめない。かのやさん、対戦派どうかと思ったら、さっぱり上昇しないので、先生対戦派まず無理かと。ヘリ派乗るんですが、第3形態になっていると、グラフィックではね、なんかオートジャイロを乗せてるような、そんな雰囲気があったので、後部の飛行看板ではないんでしょうけど、ヘリの離発着ができる改造を受けてましたから、多分搭載できるんだろうなというふうには思ってたんですが、護衛空母みたいなね、そもそも気にせんといて爆雷とか積んでるわけではないでしょうから、能力値的には低いのかなっていうのはちょっと予想はしていました。その代わりソナーは持ってるわけですから、潜水艦からの攻撃を避けるという面に関してはね、期待が持てそうな感じはしますね。単勝と勝者突撃します。私に続いて、そして能代ですね。これからです。阿賀野型軽巡の2番艦として竣工したこの能代、かのやさん、ソナー爆雷乗るんで、ちょっと期待いたんですが、後続艦隊続いてください。そうですね、基礎的な当たった。いける。対戦能力がね、さあ、悪いわね。やはり低いと言わざるを得ないんでしょうね。かけろう型の MC 直撃や。もともとはね、砕氷艦っていうことで服を切らせて活躍が見込まれたものですから、対戦投能力に関してはね、この当時の状態ではもう解剖艦、こちらを大量に建造して対抗するという方策でしたから、たまたまやで気にせんといて輸送船として、輸送船としてだけではなくて、なんか活躍の場をね、上げてあげたいなというふうに思ってます。そしてちょっとね、フレッチャー大破しちゃったんで、ちゃんと意見具申をして進軍します。よし、まずはオッセンに行けそうなのでね、あとは今日もURL、固定していますけども、こちらは私が今回ね出席しているメンバーの編成と装備が載っておりますので、もしご興味がある方は参考までに見ていただければなというふうに思っています。では、オッセン行きましょう。今日でね本当に最後なんで、
長いようで、あっという間だったな。お前らの企み、私が全部達成させてやるよ。始めようか。さあ始めよう。まあ、今回は阿賀野型の能代をね機関としてはいませんけども、まあ、ハンコレの世界ではね水雷戦隊の機関として活躍をしています。まあ、その一端をね今日はちょっと雑談していきたいと思っていますのでよろしくお願いします。今はちょっとボス戦の方に集中していきましょう。上から2番目のね敵駆逐を倒さないと先制ラインに食らうんで、ここは必ず落としてほしい。あとは数をね砲撃戦も気を抜くんじゃないぞ。1体ずつ落として、まあ、雷撃も強いんでいいダメージ出ますね。砲撃戦も気を抜くんじゃないぞ。あとはねこの単獣人の状態にしてはいるんですけども、結構ね本気戦かわしてくれるんで、まあ、これはやっぱり連度がね上がってきた証拠なのかなということなので、まあ、今回以降のイベントでもね多分警戒隊として戦うことになると思うんで、もう少し連度上げておけばもうちょっと、楽になるのかな。初言修正急いでください。戦艦ヤマト全手法全力射撃いきます。陸奥了解突入するわ。32区鈴波了解突撃だ。そうかやるしかないわね。第三砲塔を敵に施行。逃がさないわ。撃て。野戦で活躍したかったのよね。負けるか。藤波もう537高い攻撃が刺さっていくし、早波も負けじと600ダメージですね。これからです。敵艦発見。後続艦長ついてください。カットイン出てないんだけどダメージが大変なことに。ふざけやがって。先ほど吹っ飛ばしたくらいでいい気になるなよ。これからだ。はい。ということでね、最初の戦闘でしたけど、うまく切り抜けて S 勝利取れましたね。高波がお役に立てたかもですか？よかった。本当に嬉しいかもです。ね。カモもね、まさかイベント中に介入が来るとは思っていなかったけど、まあ介入が来なくてもね、第2艦隊で使うつもりではいたので。かげろう型駆逐艦8番艦雪風です。どうぞよろしくお願いします。ここでね、雪風が来る。何かいい予感がします。雪風もね、なかなかドロップ狙おうと思って出る子じゃないんでね。これ出るんだ。まずは最初雪風でした。はい。無事戻ることができました。皆さんのおかげ。ありがとうございます。補給助かります。補給ありがたいです。これでまた出撃可能ですよ。提督、申し訳ありません。この体ちょっとお休みするね。ごめん、もっと戦いたいんだけど、ちょっちお風呂。
すみません。少しお風呂に入るかも。奇跡の船ですか？作戦計画概要をご説明します。宗谷のセリフちょっと飛ばしちゃいましたね。奇跡の船。また新たな奇跡伝説が始まるのか。そういえばスペックちゃんと見てなかったな。そうや、そうか。なるほど。火力は本当にね、手法が積めないんでとりあえず基準積んでったんですけど、こんなに低かったんだ。7か。対空はまあね、上げたところもあるので、あれなんですけど、対戦は10と。索敵も、レーダーとか装備してない状態なんで低いのは仕方ないし、でも運の値がね、特に55っていうのはこれはもうとんでもなく高い数字なのは、皆さんもね、よくお分かりの通りなんですけど、ちょっと、ちょうど隠れちゃってて見えないか。ここ、ちょっと隙間から運の値が見えたり、見えなかったりしてすいません。はい。鹿野屋さん、今んとこ、使い道がわからないですね。そうですね。遠征とかでもし、使えるというかね、枠にはめられるところがあれば、ちょっとはめてみたいなというふうには思いますけど、ちょっとまだね、それをやるには早すぎる。まだイベントは終わっていないということで、今週以降、ちょっとそこは試していきたいな。あとは情報をね、集めていきたいなというふうに思います。じゃあ能代について簡単にね、話していきますけど、阿賀野型の2番艦っていうのは先ほどお話ししましたが、姉妹艦は4隻います。そのうちの3隻すべてが、佐世保交渉でね、建造されました。横須賀だけでこの能代建造されてるんですね。特になぜかというところは私調べてないんですけれども、そこが他のね、姉妹艦と違う、一点ですね。もともとはね、最初に申しました通り、水雷戦隊のね、旗艦として、最新鋭の軽巡洋艦として配備されることを前提として作られたわけなんですけども、4隻とも開戦前には、就役してなくて、能代が就役したのが昭和17年の7月ですから、ミッドウェー海戦がね、終わったその直後に完成をしています。その後の戦いは、もう皆さんも知っての通り、米軍のね、反攻作戦が、当初、私たちがね、予想してたよりも半年近くもね、早く始まってしまって、慌ててというかね、当初の、戦闘をするための戦力というのも、見積もりがちょっと甘かったというところもあって、なかなか戦果が上げられませんでしたからね。皆様、こんばんはです。かつお節さん、こんばんはです。今日もね、よろしくお願いします。あと、鹿屋の方で、おめこめいただきましてありがとうございました。本当に、感謝です。はい。そして、ソロモンの戦いがね、徐々に昭和17年の後半になってきて、当初の戦いの想定とはまるで異なるね、激しい消耗戦となってしまって、もうこれ以上は無理と
いう判断になってしまいましたので、まあいよいよね、戦場が動いてるわけなんですね。ただこの当時はまだ能代はね、ソロモン方面には出動することがなくて、まあ補給や訓練、まあそういったところの従事をしていました。まあその後も、まあ艦隊決戦をね、なんとか、まあ挽回というかね、戦果を上げようとして、まあトラック諸島で機動部隊、構えてたんですけども、まあね、まあ都合2回の出撃をかわされてしまうというね、非常に手痛い。まあこれのおかげで燃料を枯渇してしまって、本当にね、相手が出てきた時には戦うことができなかったのでね。あ、すくさん、こんばんはです。今日もね、よろしくお願いします。あと、そうや、おめ、ありがとうございます。本当は、この番組中にね、ドロップできれば一番とも考えてはいましたけど、もう回数やらないと出るね、ちょっと自信がなかったので裏でやってました。まあそのおかげでね、出会うことができましたので。奇跡の船ですか？いえそんな。よし、それではね、また疲労が取れましたので、今度は2回目出撃していきましょう。つくさん、かつお節にきこんちゃす。これでいいのかしら。皆様、こんばんはです。イベントも本当にね、あとわずかとなりましたが、皆さんイベントどういう感じで過ごされたでしょうか。もしね、感想などありましたら、コメントいただけると嬉しいです。講談作戦最終作戦海域作戦要項です。鎮痛引きます。そしていよいよね、能代が出撃する時がやってきます。昭和18年の11月、アメリカ軍がブーゲンビル島に上陸を開始します。つくさん、野戦マスある時点でそうやは諦めた。そこです。うわー、空襲マスきついと言ってたけど、やっぱりきついな。戦える？いける？スクさん、野戦マスがある時点でそういえば諦めたということは、なんとも。こんな私でも提督のお役に立てて本当にイデヤさん、嬉しいです。現在エゴを急いで攻略中です。あ、イデヤさんは今、イーゴのオツでね、攻略ということで、オツ作戦でもやっぱりね、やっぱ装甲破砕した方が攻略しやすいのかななんてね。かつお節さん、墓島ですね。墓島。なんて答えたらいいのかちょっと困るんですけども。突撃用意、行きましょう。ただまだまだ、時間の方はね、ありますので、たとえね、望んでいた結果が望まれなくても、出撃をするだけでね、連動は上がってきますので、ここでやってきたことは決して痛いですよ。イベントはこれで終わるわけではなくてね、また次のイベント、またその次のイベントと続いていきますので、経験値は裏切らないというふうに私的には考えていますので、
神主たちを信じて、攻略ねしていきたいなというふうに思います。そして、能代もついにトラックを出港してラバウルに向かいます。嘘。かつお節さん、ブーゲンビル島派兵隊さんの間で墓島、ボトウと呼ばれてました。なるほど。見てましたか。そういうことなんですね。やりました。ブーゲンビル島はイデヤさん、ボトウ。攻略サイトです。私ちょっとそれ知らなかったですね。ちょうどこの時にね、ラバウルに向かったということなので、ここがちょうど今回のイベントである E4 のラバウル空襲と、能代が、関わってくる部分になってきます。この時も、米空母艦載機によるラバウルの空襲が行われます。ですが、幸いにも能代はね、被害を受けることがなくて、その後の上陸作戦に参加、そして成功させています。ですが、その後からまた連日ね、これでもかというぐらいの、無理して奥で行ってよかったっすね。かつお節さん、ガダルカナル島ガガ島、ガトウと呼ばれていたので。なるほど。今回のイベントに関しては、報酬もイデヤさん、ブレてましたからね。ありがとうございます。E1 に関しては確かに、工作戦、できればでしたけども、オツでも、それほど影響なかったかなというふうには思いますね。あとはガダルカナル島のガトウ、これは有名ですから、ブーゲンビル島はボトウということでね、あまりね、どうしてもね、当初作戦というのは、カノヤさん、ラスボスが身につけている花がブーゲンビルかもしれません。ラスボスが身につけてる花、そういったギミックが用意されてるのがね、カンコレの、いいところですよね。本当に島での戦いはね、最初は勢いでやることはできてもね、なかなか援軍を送ることができなくて、それでもう撤退することもできなくてっていうことでね、戦いが非常に困難だっていうのが分かりますし、そもそもね、降伏なんていうことも全く考えていなかった時でしょうから、本当にこの時の戦いは、そういったことがありますので、今回のね、このアイアンボトムサウンドの海域に関しても、相手から上陸される前にね、もう逆上陸して、相手の増援を断って、そして攻略をするっていう本当に強行作戦、これだけやらないとあの戦いに勝利できなかったというのをね、再現をしているわけなんで、先ほどラバウルのね、連日空襲があったと言いましたけど、ここでついに能代も被弾をしてしまいます。というところで2回目の戦闘に入っていきましょう。単獣陣で
戦闘開始。お前らの企み、私が全部達成させてやるよ。さあ、始めようか。来なさい。山ちゃんさん、こんばんは。山ちゃんさん、こんばんはです。ツイッターのリスナーさんでよろしかったと思います。ゆっくり見ていっていただけると嬉しいです。たもん丸のかんこれ、たもん丸です。先ほどご説明がありました慶順新世紀、首にまとっているこの花がブーゲンビルということなんでしょうね。行きましょうか。ここはボス戦に集中。もっと今回はボスに突き刺していく。よし、友達隊頼んだわ。よし、支援はいい感じ。ペースをなめないで。少し痛いですよ。集中砲火。悪いわね。もらったわ。服を切らせて骨を食べるよ。沈まないで。腕狙って。どんどん上がった高波の力。いける。確認するかも。突撃用意。行きましょう。近代ペースをなめないで。いってるね。痛いですよ。思いっきり火だ。マジ根性当たってちゃんとかわしていってるね。でもちょっと危ないかな。悪いわね。もらったわ。左弦当然よ。鎧の自発まだ戦闘中ではありますけども、改めてね皆さん、こんばんはです。今日でねイベントも本当に終わりをね迎えるわけなんで、今日は、その最後の締めくくりとして戦闘ボス戦をやっております。できれば最後に誰かまた新たな戦力が来てくれたらまた嬉しいなと思いつつやっていますけど、桜イリスさん、皆さんこんばんは。桜イリスさんもこんばんはです。今日もね見に来ていただいてありがとうございます。かつお節さん、桜イリスさんこんばんは。桜イリスさんに前回確率は高いので必ず出ますっていうことでねコメントいただいてたので、必ず出るという思いでやっていましたので、本当にね勇気をもらったこと、忘れていません。本当にありがとうございます。頑張ります。そして陸奥の野戦部隊、いい働きをしてくれる。これからです。下がりませんよ。今回は道中撤退艦はいないし、みんなの力でちょっと過剰火力だけど仕方ないね。桜イリスさん、そうやおめです。そうやおめありがとうございます。本当にねコメントを勇気に変えて、攻略の方を達成することができました。いや本当に来てくれた時は、ちょっと目を疑ったって言えばあれですけども、こんな私でも
提督のお役に立てて本当に来てくれてね、本当に嬉しいです。嬉しかったですよ。うん。ちょっとね、鎮痛さんと声が重なっちゃったけども、うん。まあね、今回のこの攻略についても、期間については慶順洋館、矢作、スクさん、能代、A の棒読み感半端ない。仕方ないね。手ですからね。親潮の手はね、不相型結戦艦構癖に姉なります。妹。妹の方、山城です。不相姉様、見ませんでした？さあ、最初は雪風で、次は山城ということですね。うん。よろしくお願いします。無事戻ることができました。皆さんのおかげです。という感じでね、2回目出撃を完了しました。で、また、能代のね、話をしていくんですけども、ちょうどトラックじゃないな、ラバウルで空襲を受けて、被害が出てしまいます。この時に姉妹艦の阿賀野がね、航行不能に陥ってしまって、これを栄光しようとしたんですけども、途中で切れてしまうというアクシデント。ただ、その後長良がね、引き継いで、なんとかトラック島に帰還することができました。その後は、12月まで特にね、出撃する機会がなくて、昭和18年はそれで、終わりを迎えます。ですけども、昭和19年の1月1日に、また輸送作戦、これに参加するんですけども、この時に能代が攻撃を受けてしまって、2番砲塔、右舷交番に直撃弾、その他資金弾を多数損傷、浸水をする被害を受けてしまいます。幸い航行することはできたので、トラックに自力で戻って、明石さんにね、応急修理をしてもらって、その後は本格的な修理が必要だろうということで、本土に開港されていきます。で、その際に途中で、この間というか、ファミ通の8周年記念の特集の中に、太陽の姉妹艦ですね。多分運陽じゃないかというふうに皆さんとお話ししてたことがあるんですけども、そこでこの運陽がね、飛来をしてしまってその護衛をしたという、そういったエピソードもあったりします。ありがとうございます。補給助かります。補給ありがたいです。これでまた出撃可能です。よーし。司令、大変申し訳ありません。提督、申し訳ありません。この体、修理が必要です。その後ね、2月になって、本土に到着して、すみません。大規模な、修理と各種機銃の強化、そういった諸々の点検なども行われまして、完成したのが3月後半と。その後は、訓練なども行って、ダバオ経由、リンガー白地、そして5月初めには、いよいよダバオにね、移動していくわけなんですね。いよいよ、痛くなんかないけどね。米軍のね、反抗の休みもらうで。始まるね、兆しが見え始めてきます。よし、それでは、3回目の出撃行ってみたいと思います。これでいいのかしら。
どうよ。おそらく出撃に関してはこれが最後になろうかと思いますので、作戦計画概要をご説明します。なんとかボスまで到達できることをいいね、このままで、期待をしていきましょ公団作戦最終作戦海域作戦要項で第二水雷戦隊機関陣痛出撃いたします。そして、昭和19年の6月ですね。この時に、ニューギニアの西方でついにビアク島をめぐるね、日米の攻防戦が始まります。ここで、本作戦ですね、発動されて、突撃用意行きましょう。輸送作戦第1次第2次とね、敵艦隊に妨害されてしまって、第3次作戦、ここでついに大和と武蔵をね投入するという段階になって行こうとした時に、ついにアメリカの機動部隊がね姿を現したわけで、この第3次この作戦は中止になってしまいました。本当に嬉しいです。そしてマリアナ方面の、緊張がね非常に高まってきて戦場になっていきます。この時の、状況的にはまだ基地航空隊の部隊がね反撃を繰り返してはいたんですけども、やはりねここからだんだん押し返されていってしまう展開が続いていきます。そしていよいよねマリアナ沖海戦が勃発。この時能代も前衛部隊として参加をしていますけども、この時は米軍もおそらく空母部隊を集中的に攻撃していたということもあってか、連動が高まったのもあってか、被害はね本当に軽微で切り抜けることができましたが、海戦そのものはもう敗北ということで、残存艦隊を率いて撤退と。その後10月にはついにフィリピンの侵攻作戦が開始されて、日本海軍も小1号作戦をね発動するわけですね。そしてついに、この時がやってきます。10月22日、ブルネイを出撃。パラワン水道で潜水艦、渋谷海で空からの攻撃、それぞれを受けて損害を出しつつも、25日の朝、サマール沖で米機動部隊のね攻撃を受けることになってしまいます。この時は能代が第二水雷戦隊を率いていましたけども、結局この戦いでは、あまりね効果的な戦果を上げることができなくて、でここで撤退を始めるんですけども、その追撃をした時にその追撃をされた空母機動部隊の攻撃によって資金弾を受け浸水、速力の低下、26日の午前爆弾1発目が命中、さらに魚雷もね左右に1発と、ここで完全に航行不能となってしまいます。
その後の必死のね復旧作業もね行われたんですけども、最後は、魚雷をね回避することが、当然動けませんから、命中してしまって艦首から沈没ということで、本当にこのサマール沖の海戦で初めてというかね、艦隊戦みたいな感じで戦うことが、できただけでもね、幸せだったのかなというふうに思います。これからです。左舷5戦よ。撃て。服を切らせて骨を断つのよ。いける。後ろに関しては、解任になってね、その戦闘能力すでに軽巡の能力ではなくて、ほとんど重巡洋艦に匹敵する火力をね今有していますので、今後このマリアナ方面の戦いだったり、どう？私の戦闘は少しは参考になまたフィリピン方面に行くことはないと思うんですけども、中部太平洋の戦いではね、対空に野戦にと活躍していく艦物だと私的には思っていますので、能代とはね、矢作とはまたちょっと性質が違うので、単勝と勝者突撃します。皆さんも私に続いて能代の活躍今後も期待してください。これお願いします。下がりませんよ。そこです。敵艦発見。後続艦隊続いてください。当たった。いける。本当にこの野戦はね、普通だったら尻込みしてしまうんですけど、この警戒時に強いので本当にダメージがね入らないっていうのはイベントならではですね。これも明日のアップデートになったらもう次のイベントまで使えないと思うとちょっと寂しいですけど、警戒陣がなくても5の5は攻略できるんだから大丈夫なんだ大丈夫なんだからってね。たまたまやで気にせんといてや。おっと、今回はほとんど損害なくもやってきました。ここまではね、必ず誰か大破してたのにな。クマよろしくだクマ。そしてクマですね。このクマ型のね、軽巡洋艦の、新型として阿賀野型がね、作られたわけですけどもね。クマだってまだまだやれるクマ。解任になってね、ますます強くなっております。さあ、それでは、ボス戦の方に行ってみましょう。誰か買いに来そうっすかね。今のところ、最速で来そうなのは、米空母かな。最有力候補がガンビア・ベイじゃないかと噂されてはいます。時点でホーネットかもとはちょっと情報は定かではありませんけどもね。鹿野屋さん、水雷司令部の効果発動がイベ限定なのも残念です。そうですね。水雷戦隊の戦闘そのものは通常の海域では本当に限られた時しか生かすことがちょっとできないわけですけど。招き猫さん、こんばんは。よし、友達頼んだ。そこら辺もうまくやっていきたいなとは思うんですが、逃しちゃった。招き猫さん、こんばんはです。近代兵装なめないで。少しスクさん、ホーネットならカタパルト使えそう。いける。さあ狙って
き猫さんからもね、小さめの空母らしいですね。買いに告知。痛いですよ。そうやおめこめいただいてありがとうございます。骨を断つなよ。いろんな方からね、お礼のコメントいただいて、一件一件返させていただきましたけども、本当に、こうやってね、観光で楽しんでいる方がたくさんいらっしゃるっていうことをまた実感できて嬉しいと思います。それにホーネットはカタパルト、カタパルトの話はまた別の枠でしていこうとは思うんですけど、結局日本海軍の場合はね、商法という説もあります。カタパルトを実装できなかった、こんばんはというところがあります。代わりに米空母の場合はカタパルトをね実装できたので、小型空母でも大型の艦載機射出することができたっていうところがやっぱり強いので、ワンチャンカタパルトなしでも改装できる運営ワンチャンなんてね思ったりもしています。では野戦に突入していきましょう。断傷勝者突撃します。私に続いて初言修正急いでください。戦艦ヤマト全手法全力射撃いきます。てー邪魔よ、海の藻くずになりなさい。今日の最後を飾れるか、飾る戦闘にはヤマト来てくれましたね。そうか、それはやるしかないわね。強い野戦でヤマト、 93式酸素ギャラ実際に運用するとちょっと怖いですけどね。手法はそうユラ、もう負けないから。負けるか。この藤波と早波が強えんだなあ。あそこだ、見つけたから。この2人も連動上げてきてるんでね、次回以降活躍できると思いますよ。これからです。カットインじゃないのに落ちちゃったな。みんな本当にねお疲れ様。今回のね第二水雷戦隊の力存分に見せることができました。本当に嬉しいです。そしてジンツーさんも本当にまた連度が上がってきてるな。なかなかねジンツーさん野戦火力は高いんだけど、なかなか道中抜けられなくて期間やれなかったんだけど、今回はね本当に期間ができてよかった。スクさんと思います。強すぎす。ミクラ型解剖艦1番艦ミクラ着任します。提督、ミクラ型何卒よろしくお願いいたします。来た。ミクラ型の解剖体は艦。小さいですが力の限り努めます。解剖艦の話もねしていきたいけど、今日はねミクラ来てくれたね。この子も本当に頑張ってるんでね、活躍の場をあげたいなということでね、今日の最後の開講はミクラちゃんでした。これも皆さんのね応援あってのことだと思うんで、ありがとうございます。無事戻ることができました。皆さんのおかげです。はい、ということでね、今日は、この第2次ルンガオキア戦の
クリア時ミクラドロップでした。最後のね、イベント、戦闘の方をお送りさせていただきました。金谷さんも最後はミクラちゃんで締めるというね、これも何かのご縁だと思うのでね、忘れずにまずはロックして、来るべき時にまた活躍のしてもらいましょう。それでは、出撃の方は以上となります。今日は何の日コーナー、そちらの方を始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではちょっと用意しますので少々お待ちください。はい、多聞丸のカンコレ多聞丸です。今日もね、コンディション、提督のコンディションも、まあまあだったので、特にご出撃とかね、誤った進軍もなく、無事に任務が終わることができました。本当にね、提督の疲労が、何より危険なので、イディアさんもね、今攻略中ということではあるんですけども、あまり無理をせず攻略の方頑張ってください。はい、それでは、今日は6月の21日ということで、こちらの記念日を紹介させていただきます。はい、本日はね、6月21日はエビフライの日となっております。まあ、食べ物の記念日というのもね、ちょっと久しぶりにやるんですけども、まあ、なぜ今日6月21日がエビフライの日なのかと言いますと、曲がったエビの形が6に見えること、まあ、これが6月ということ、フライのフライを1として、21、6月21日という語呂合わせをして6月21日がエビフライになっているそうです。なかなかね苦しい語呂合わせだと思うんですけど、他に日にちの出し方もないか、難しいかな、エビフライの場合は。まあ、エビフライについて簡単にね、ちょっとご説明します。エビフライは、エビを多量の食用油で揚げた日本発祥の料理である。そうですね、強引ですね。日本で開発されたカツ料理の一つなんだそうですね。まあ、代表的な洋食料理ではありますけども、日本で開発された料理だそうです。はい。イデヤさん、ちょっと強引ですね。まあ、エビはね、まあ私も、好きな方のね、部類になるので、
まあ1週間、いやでもそんなに多くは食べないですね。まあ1月に1回食べれればいいかなっていう、そんな感じですね。まあエビフライの素材はね、高級店ではまあなんといっても車エビね、よく聞くこの高級素材ですね、試乗されて、まあ、漁獲量がね低迷して価格が上がっちゃって、この一般的にはブラックタイガーと呼ばれるんでしょうね。かつお節さん、使用する店が多いです。エビフライって日本発祥なのか知らなかった。私も日本発祥なのは知りませんでした。まあちょっと読んだらね、そういうことだったので、まあ一つ勉強になりました。他にもね、高級な高麗エビかちょっと私食べたことないんですけど、あとは伊勢エビ、錦エビなどもね使う例もあります。まあでもやっぱり普通の食卓に上がるのは、まあ、安価な冷凍食品である、バナメイエビを多く用いられることが多いようです。そしてね、エビフライについての発祥は諸説あるそうなんですけども、まあ、確かなものとしては1900年明治33年に東京銀座の洋食店、これちょっと読み方チェックしてなかったな。これはなんて読むのかな。レンガ亭と読むらしいですね。豚カツ、メンチカツが人気を博したことから着想を得て同様のフライ料理として考案されたという説が有力だそうです。ですからもともとはとんかつとかね、メンチカツ、まあそれをエビで揚げたらどうなんだろうっていうね、まあそういう発想から生まれた、食品なんだなというふうに感じました。スクさん、レンガ亭。スクさん、ありがとうございます。レンガ亭ですね。なんか、やっぱり東京銀座で食べるとなると、なかなか、いや、やめとこう。ここはね、これがおいくらだったら言うのはちょっと出さないようにしとこう。ブラックタイガー、歯病気の蔓延で漁獲が減ってしまったので。そうか。やっぱりね、海洋資源というのはね、まあちょっとしたことで大きなダメージを受けてしまうことなのでね、まあ環境問題もいろいろあろうかと思いますけども、まあ食べれる時に、美味しくね食べれたらいいかなというふうな思いで、今日はエビフライの日を紹介させていただきました。ということで今日はこれでね、すべて紹介の方も完了ということで、最後またいつもの、スクさんからねいただいたこの画像飛竜と風雲や風雲ね、そして二光線、こちらをねお送りして皆さんと今日はお別れしたいと思います。本当に、お疲れ様でした。イベントお疲れ様でした。今日でね、まあ一区切りと。ただ明日のアップデートがまた新しい戦いがお疲れ様でした。続いていく、新たな要素がね続いていくと思いますので、次はイリスさんお疲れ様でした。次はね、イデヤさんお疲れ様でした。まあアップデート後、スクさん風雲ちょっと来い風雲ちょっと来いと今日も
本当に皆さん、来ていただいてありがとうございます。そして、また番組をね、盛り上げてくれてありがとうございます。次回もこのような形でね、番組運営していきたいと思いますので、ぜひね、コメントを残していただけると嬉しいです。招き猫さん、配信お疲れ様でした。はい。皆さん、本当にお疲れ様でした。ちょっと次回の配信日はまだ決めてはいませんけど、またね、Twitter 等でご案内いたしますので、またそれまでしばしお別れしたいと思います。それではね、皆さん体調に気をつけて、今週また乗り切っていきましょう。それでは失礼いたします。じゃあね。